おはようございます。たかしです。本日は6月30日木曜日、ただいま7時59分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の陰線となっております。ここのところこの上昇に対して陰線、そして陽線、そしてまた陰線と今陽線と陰線の数が拮抗しているのがわかりますね。これはこの上昇での踊り場になっているのか、それともこの上昇からのトレンド転換になろうとしているのかというところですね。今のところはわかりにくい動きをしてます。下髭、上髭と出ておりますので、かなり乱高下しているというイメージですね。なのでここでトレードするのはあまり優位性がありませんので、おすすめはしないんですけれども、今ここがトレンド転換になるのであれば、上がったところでは売っていきたい。そして下がったところでは買っていきたい。そんな印象です。現在 GMMA は上向きというところで基本的には上昇トレンド中、週足でも上昇トレンド中なんですけれども、今高値を切り下げてきておりますので、そこが気になるところ、ここから大きく下落するのであれば、この白のボックス加減、160円ぐらいを目指してくる可能性もあります。ストキャスティクスはまだ下げ余地があります。で、この過去のこの下落の仕方ですね。ここからここにの下げっていうのはここの下落なんですよ。他もこことかこことかも、こことかここ。なので、ストキャスティクスがまずは安値圏。最低この辺ですよね。この辺か安値圏ぐらいのところに来るところまではまた下落していくと考えます。そして今、ここに近くはなってきてますが、本日はまだ下げそうというところで、今一つ前のこの下落を見てますと、まだもう少し下落しそうかなと。ただ GMMA も近づいてきてますので、下落したところでは反発しそうというところで、今は一旦ここ、165円とか164円ぐらい、この辺は反発してくるポイントとなってきます。なので徐々に下げてはきてるんですが、反発しそうなポイントも近いですので、やはり値動きが分かりにくいというところですね。MACD は全く方向感がありません。で、GMMA は上向き、ストキャスティクスは下向きというところで、ちょっと難しい展開だなとは考えてます。では4時間足です。現在4時間足はこのトレンドラインを割ってはきていますね。ただここも1回トレンドライン割り込みましたがまた戻ってますので、ちょっと何とも言いにくいんですけれども、ここ今割ってきてますので、おそらくこの紫のラインの 164.5 付近までは下げてくるとは考えます。ここでどうなるかですね。これが今1時間足の目線切り替えポイントですので、ここで反発してもう一度上昇していけるのか、それともここから続落するのか。で、紫のラインを下抜けてくると、次はここ 61.8% のこの赤いラインですね。これはここからここに当てたフィボナッチリトレースメントなんですが、今163円付近になります。で、この辺までが一旦の下落ポイントかなと。で、ここを下抜けると、ここ最安値、160円までは下げてくるとは思いますので、今のところちょっと一旦この紫のラインで引っかかるかどうかですね。この紫のライン引っかからなければもうそのまま160円までこの段階的に下落していくというそんなイメージです。ですので今は一旦ショートするならこの紫のラインを割ってからがいいと思いますし、ロングするのもこの紫のラインで下げ止まったのを確認してからがいいと思ってます。今すごくこの昨日の動きを見ててもかなり分かりにくいんですよね。上がって下がってっていうのを繰り返してますので、かなり1時間足なんかで見るとすごいヒゲが出てますので、分かりにくい状態ですし、あえてトレードする通貨ペアではないとは考えます。ストキャスティクス4時間足は安値圏に張り付いてますね。今、日足はまだ下落余地があって、マクディもわずかですが下落モメンタムを維持していますので、やはりもう少し下げそうな雰囲気ではありますね。なので今日はこの紫ライン 164.5 付近でのプライスアクションに注目でしょうか。もし上昇してきた時はここですね、28日のこの高値、ここを超えられるかどうかですね。今は高値を切り下げてきてますので、今ここを超えてこれると、また次の高値、ここ168円付近を目指して上昇すると思いますが、一旦の上昇ターゲットとしては167円付近、この辺を目指して上昇してきた場合は、ここが再び戻り売りポイントになるかどうかというのを見ていきたいですね。で、ここを超えてくると168円を目指すとは考えますが、基本的には今上値は重いなと思っていますので、あまりどんどん上昇するというイメージではなくて、やはり下を探っていくんだろうなという個人的にはそんな印象を持っています。では1時間足です。1時間足 GMMA は完全に収束して横ばいですね。4時間足も横ばいなんですけれども、1時間足は収束してますので、この抜けたり戻ったりっていうのが起こりやすくなってますので、またすぐに上に抜ける可能性もありますね。で、昨日1日の動きがここなんですが、結局、午前中に上がってそこから下げて、また上がって下げてっていうことを繰り返してますので、かなり分かりにくい動き。そしてこれ、髭を見ていただきますと分かるんですが、上にも下にもすごく出してるんですね。
なので、トレードとしてはすごくやりにくい通貨ペアだと思ってます。それでも、じり安な感じですね。ここで一旦高値更新機能しているんですけれども、じりじりと下げてきてますので、この GMMA 今少し開いてきてますので、本日もしこの辺まで 165.5 とか8とかこの辺ぐらいまで戻ってきて、GMMA にレジスタンスされるような動きを見せるのであれば、そこからのショートを狙ってもいいと思います。そしてターゲットはこの紫のラインですね。164.5 ぐらい。その辺までを狙っていくのはありだと思いますが、もしこの GMMA を強く抜けるような、そんな動きが出た時は、しばらく静観かなと。で、基本的には上がっていくというよりも下がっていくイメージの方を持っておりますが、やはり昨日のこの上昇のように突発的に急騰してまだ下落するみたいなことも起こってます。ですのでちょっと難しい感じですので、上がってきた時は様子見、そして上値を抑えられるようでしたらそこからの下落を取っていきたいとは考えます。今は黒線はドル円とドルストレートに挟まれて分かりにくい動きをしているんですね。ドル円が上昇、ドルストレートが下落というところで黒線はそれに挟まれる。なのでこういった分かりにくい動きをしてますので、またしばらくは黒線は様子見でいい通貨ペアなのかなとは感じております。なのでいつも言ってますが、しっかり引き付けてトレードするのが今のポイントと見てますので、今ですと一旦この GMMA 付近での上げ止まりを確認する。もしくはこの紫のライン付近での下げ止まり。それかここを下抜けての戻しを待ってのここがレジスタンスに変わるのを待つみたいな、そういったポイントを絞ってトレードしていくのがいいと思っておりますので、今ここから上がるだろうで買っていくとか、ここからまだ下げるだろうで売っていくっていうのは、このボラの高いポンドでのトレードをする場合は、それは命取りになりますので、その辺は注意が必要ですね。しっかり引き付けて下がるポイントまで来て、根拠のあるところでのショートエントリー、そして引き付けて反発しそうなポイントまで待って、そこで下げ止まるような動きをすればそこでのロングエントリーみたいな。ですので、ダブルトップとか三尊とか、あとは長い上髭とか下髭とか、そういったサインをもとにトレードしていくのがいいと思いますが、昨日もここ長い上髭が出てる割には、そこからはまた乱高下という感じですので、綺麗なトレードはさせてもらえない、そんなイメージですので、無理なトレードは避けていくのがいいとは考えてます。そして本日月末ですので、月末特有の乱高下には注意が必要。それから明日から7月に変わりますので、週末ですので、さほど明日は大きく動くとは考えないんですが、来週ですね。来週からは7月ということで、次トレンドが変わってくる可能性があります。冷やし単位の大きなトレンドが7月になるとまた違うトレンドに変わってくる可能性がありますので、その辺は注意が必要です。なので、ちょっと今は難しい動きをしている。そして高値圏での乱高下、それから月末というところで、無理なトレードは避けていきたいですね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。